椿だぜ。チカなのよ。本日はストリートオブレイジ 2X をプレイしてもらうわよ。なんだこりゃ。以前少しおかしなファイナルファイトを遊んでもらったわよね。本作はあれと同じ系譜、オープン BOR で作られたファンメイドのゲームなの。あ、はい。またとんでも系の変なゲームなんだな。ストリートオブレイジはベアナックルの海外名なのよ。つまり変なキャラがたくさん参戦しているベアナックルだな。そういうやつもあるんだけど、今回は純粋にベアナックル。メガドライブ版からの正当進化と言える硬派な内容になっているわ。マジかよ。つばちか。はい、本作も無料の PC ゲームってことなので、そこそこの PC があればすぐに遊ぶことができるのよ。こういうのって導入が面倒くさくて途中で諦めちゃうこともあるじゃん。本作はダウンロードして解凍すればとは起動するだけなのよ。パッドの設定はオプション画面から行うの。今回はすでに設定してあるのでそのままゲームスタートよ。使用可能なキャラはメガドライブ3作品のキャラが勢揃いか。アダムとおじいちゃんは1回クリアしたら出たわ。アダムの技が気になるところだが、ここはやっぱりアクセルなのだぜ。使用するボタンは少し増えているわ。アタックとジャンプ、スペシャルはわかる。順番に説明するわね。まずガードが可能になってるわ。なんだ、セレクトルート？右に進むとベアナックル3のステージなの。じゃあ左に進むと2なのか。そうね、そっちは2作目のステージになるわ。時折分岐があって途中でルートを変更することも可能よ。今一瞬お姉ちゃん映ったぞ。ローディング中に色々なイラストが出るのだけど、読み込みがマッハすぎて見れないのよ。実にベアナックルだぞ。おっと、技をキャンセルしてスペシャルが出るぞ。通常キャンセルだと体が黄色く光って、スーパーキャンセルだと青く光るのよ。従来作と異なる仕様として、スペシャルで減った体力は時間経過で回復するわ。なるほど、割とガンガン使っていけるな。ただし回復中にダメージを受けると効果は喪失するわ。03にあった赤ダメージみたいなものか。波動拳コマンドでエネルギーボタンを押してみて。なんかすごい乗れた。それがいわゆる超必殺技なの。敵を殴っていると体力ゲージの下に星が溜まっていくの。さっきの技は星を3個消費する大技なの。なるほど、星は最大3個まで持てるのか。そうなるわね。ガードした瞬間にエネルギーを押せば星1つ消費でカウンターが出るわ。完全にゼロカウンターだったな。あとはグランドアッパーの攻撃ボタンをエネルギーに変えれば、星1つ消費で強力なグランドアッパーになるわよ。なるほど、3作目にあったコマンド技だな。うわ、なんだよ。上から出てきていく中ボスがバイクで登場なのよ。遅刻しそうだったのかな。実際遅刻である。超必殺技がうまく当てられない。グランドアッパーが当たった瞬間にキャンセルかけるくらいでいいわよ。しっかり当ててると距離が離れてしまうのよ。大切なテクニックっぽいので序盤で身につけておきたい。星は割とすぐに溜まるのよ。パンチグランドキャンセルでテラ気持ちよす。難易度はノーマルなのだけど、やたらとエクステンドするのよ。道中で2個くらい1アップが落ちてたな。とりあえずタコをぶこしながら星を貯めてボスにぶっ破する感じね。オラちょうど溜まった。わっしょい。何してんのこの人。ボスも基本的には超必殺技を持っているのよ。赤く光ったら危ないので回避してちょうだい。緊急回避的なものってあるの？方向入力しながらガードボタンを押せばコロリンするのよ。よし、ステージ2だな。ボスはジェットか。正直道中はオリジナルを忠実に再現しているので特に見どころはないの。ベアナックル2は過去にプレイ済みのタイトルだからな。よかったらそっちも見てみてね。ダッシュできるって部分はすごく快適になってるな。3作目と違って斜めにも走れるのは嬉しい。ちなみにオプション設定で各種挙動を過去作の仕様に合わせることも可能なの。うわ、なんだそりゃ。超ダッシュもず落とし。一つだけはっきりしている。あんなの見てから避けられないからね。どこに向かって寝押ししてるの？こいつは突進に合わせてグランドアッパーこすってれば大丈夫なはず。今なんか変なの出た。空中でスペシャルを押すとなんか出るのよ。当たんねえじゃん。飛んでる人にはちょっと無理なのよ。ちょっと無駄に体力使いすぎた。意味ねえ。早すぎる突進にはカウンターが間に合わないわね。そこはロックしてほしい。通常コンボからのレバーアイでスペシャル。伝統的なコンボがやはり安定なのだ。全体的に見てボスがかなりタフな設定になっているのよ。ステージ3、遊園地みたいなところだな。ボスはサンモスだ。唐突な小泉公文やめろ。
ここのボスの名前知らんし、あいつのことは便利上サンモスって呼んでるんだ。オリジナルでも後半はよく似てくるキャラだったわね。名前知らんけどサンモスみたいな。リスガイアに中ボスって名前のキャラがいたわね。変なあだ名は嫌。イヒヒヒ。ちょっと楽しいぞこれ。椿さん、学校ではなんて呼ばれてた？私は呼び捨てが多い。ここでルート分岐なのよ。あれ、こっちが2になってる。そっちはゲームギア版のルートなのよ。そんなん知らんし、どこだよ。マオリジナルと似た感じのステージではあるわ。チカちゃんは学校ではなんて呼ばれていたんだ。チカポンって呼ばれていたわ。チカポン。短く進化して最終的にポンになったのよ。進化の過程で本体切り捨てとるやんか。私の近くにいるとポンズってことで一括りにされるのよ。ポンズ。おっと、3にあった刀アクションだ。3作目では武器が勝手に壊れてしまったけど、本作は2作目ルールなので落とさない限りは消えないわ。やったぜ。3の刀はすぐに壊れたからな。敵を掴んでしまうと床に武器を置いてしまうの。それも落としたカウント取られるので注意を。3ボスだ。実は中ボスに格下げなのよ。マジで？こっちのルートだとこの後もステージが続くのよ。うわ、ガーキャンされた。お星様をくれてやる。アーシャイ。エクステンド。ほんと、ポコポコ増えるな。先があるのね。中ボスって言ったでしょ。ちょっと多いよ、多いって。ハード的に厳しかった制限なんかは容易に超えてくるわね。モヤモヤの表現とかも綺麗だよな。やめて。メガドライブでは使用できなかった半透明のスプライトが大量に使用されているのね。当時は点滅で無理やり半透明感を出していたんだよな。あれは録画時に駒落ちするのでちょっと嫌いです。ボスみたいね。どっかに回復あるやろ。誰？回復ないし。派手なプレデターみたいなのが出てきたわね。こんな人知らない。とりあえず軸ずらしてから殴ろう。基本に忠実な動き。雑魚不在の怠慢ならこれでいけるだろう。むしろいけないと困るまであるわね。録画が点滅表現に弱いってのは仕様なのか？うちの PC が非力なだけよ。そうなのか。新しいパソコンが欲しい。無事に撃破ね。体力的にはギリギリだったぞ。チャンネルも収益化できたし、パソコン買えるといいな。エアコンが先よ。ステージ4、セガスタジアム。ボスはレスラーだな。野球場の地下に闘技場があるっていうわけネタ。特に見どころもないのでサクッといこう。一昨年の夏にエアコンが壊れてそのまま放置されているので、今年こそなんとかするわよ。真面目に人命に関わる問題だからな。むしろよく2年も扇風機だけで耐えられたわ。一昨年のお盆くらいに壊れたんだよな。半月くらいならと思って気合で耐えたのよね。去年の夏は完全に段取りを間違えていたな。暑くなってから電話しても予約がいっぱいなのよ。最速で盆明けって言われて結局我慢してしまった。今年は早めに対応するのよ。6月には動きたい。ボス前は回復置いてあるんだよ。普通は。なんやかんやでエクステンドしまくって残機が13とかになってるわ。クレジット3しかないってので少し構えていたが、この調子ならワンコインクリア余裕だな。よし、ブランドアッパー単発なら大丈夫だ。下手にコンボを入れると踏んだって割られるのよね。空中コンボには割り込めまい。被弾を避けつつスペシャルはケチらない。あった。オリジナル版の方がいい音してたわね。カコーンって言ってたな。拾える拾える。まずい。つかみもダメか。なんだいそりゃ。当たらなかったけど超必殺っぽかったわね。復活すると星も3個チャージされるやんか。どりゃーい。また増えたな。1ミスするも即補充。13機を維持。つばちか。つばちか。ステージ5、船だな。ボスは変なボクサーだったわね。ぶっちゃけた話、登録者1000人程度のチャンネルって月々でどのくらいの収益になるんだ？具体的な金額について触れるのは規約的に NG なので少しぼかした感じにはなるけど、毎日ガチャが1回回せる程度の収益なのよ。10連単発に決まっとるやろがい。コンビニで1時間働いた方がマシじゃねえか。月額で言えば諭吉に届くかどうか微妙なラインなのよ。余談だけど8000円に届かないと振り込みはなし、保留になるわ。そこはブログの広告収入と同じだな。収益化できたのは昨年12月の中旬なので、さす
すがに最低額には全然足りないの。1月分と合わせて最速で2月の振り込みになるわね。まだ1ヶ月分を語れる状況にはないんだな。はい、ゴボスの変なボクサー。雑魚はいないみたいだな。おるやんか。とりあえず一方にまとめる感じで頑張って。なんぞそれ。新昇竜拳。めちゃくちゃ減ったぞ。赤く光ってたし、こいつの超必殺技ね。あんなんいきなり出されたら対応できんだろ。新だ。常に大技警戒しなきゃならないのはしんどいな。マジかよ。ジャブジャブだしストレートスーパーキャンセル。せめて体力と一緒に星の有無は表示してほしいな。そうね、星3個あるなら正面は避けよう的な駆け引きは欲しいところね。格ゲーならゲージあるやつに取り込んだりはしないからな。ごもっとも。よし、手強い相手だった。まあぶっちゃけるとボスの超必殺技くらいしか見せ場がないので積極的に食らってほしいってのは本音ね。ステージ6、ボスは2ボスと3ボスだったな。実はちゃんとしたボスが用意されています。知らない人とか困るんですけど、私極度の人見知りなので。嘘つけ。ざっくりカットしてボス戦なのだぜ。誰？あれ誰？お侍さんかしら。やっぱ3ボスおるやんか。オリジナルでは2ボスと3ボスが同時に出てくるステージだったわね。2ボスの方は飾りで、3ボスの方を倒せば両方くたばる仕様だったな。浅かった。カスあたりだ。最後の部分が当たらないとカッコ悪い上に隙も発生するわね。またエクステンドしたぞ。増え続けて15人。もう1匹3ボスかよ。3作目にも分身して3回戦う侍みたいな忍者っぽいのがいたわね。いたいた。最後に民放ミジンとか言っちゃう人。とりあえずこいつを殴りながら星をチャージしてボスに備えよう。民も落ちてるし、スペシャルで仕留めてやろう。頼れる無敵技。ここは6面だよな。残り2ステージ。さすがに15機あれば緊張感もクソもないぞ。ちなみに3機が1の状態でやられるとゲームオーバーなの。なるほど。3機じゃなくて総数の表示か。3機表示なら1なら復活で0になるのが一般的ね。やっぱり敵の星は表示してほしいわ。ガーキャンされるなら無理に攻めたりはしないんだ。そうね。一応連続ガードさせるとガードブレイクって仕様はあるんだけど、ガーキャンされないって前提でなければガードの上から攻撃を押し付けるのは怖いわね。謎のカウンター。ボスが硬いというよりはグランドアッパーの威力が高くないっぽいわね。敵体力の下にダメージが表示されてるな。グランドアッパー5ヒットで18ダメくらいになってるわ。カウンターからの追撃でお星様チャージ。フルコンボの威力を見ておこう。あかん。間違った。違うんす。行くぞ。グランドアッパーにヒットで6。そこからの超必殺技で222ダメージ。グランドアッパーは起点であってダメージソースではないんだな。スペシャル技の方がダメージ効率はずっと高いわね。上で。レアナックル2方面。スのステージを3基準っぽいキャラで遊べるって新鮮なんだよな。ステージ7、ボスは変なロボだ。変更ございません。あそこに回復が入ってると信じて大盤振る舞いするぞ。っていうか3機増えすぎてすでに緊張感がないわよ。少し進んで昇降機。屋上に向かいながらのバトルです。なんか途中で2ボスが乱入してきた気がしなくもない。正直この手のゲームってあんまり喋ることがないわよね。そこはどうにか努力して。オリジナル版の動画も終始どうでもいい話してたでしょ。この辺でラーメンの話してたのは覚えてる。うまかっちゃんの値上がりを嘆いていたわね。あれ ?2 匹もいたっけ？いました。なんか撃たれた。グランドアッパーからの。マジかお前。赤い残像ついてたので超必殺みたいね。お星様チャージ。うひょ、気持ちいい。561ダメージ。2体分の計算っぽいわね。グランドアッパーからの。ドラゴンなんとか。ドラゴンスマッシュね。あだ。グランドアッパー、ドラゴンウィングスマッシュ。爆発する。グランドアッパーを起点にスペシャルだ。積極的に命を燃やしていく。こっち当てなきゃ削れねえよ。とどめだ。あーシャ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 ー。またエクステンドする。そういうサービス設定？設定は特にいじってないのでデフォルト設定がこうね。なかなかにサービス精神旺盛だな。はい、最終ステージだよな。そこは変更ございません。再登場が早すぎる7ボス。
オリジナル版と違ってロボットがしっかり強いので注意を。オリジナル版ではワンコンボで倒せる程度になっていただろう。ボスの耐久上げた影響なのかしらね。斎藤ジョージも適度にタフで困る。画面外からそれはないだろう。まさにデド。お星様チャージ完了。どないさい。これ星の上限3個なのはちょっと少ないよな。せめて5個は欲しい。謙虚である。このボクサーが一番強い。間違いないわ。ここで分岐？そっちに進むと3のロボね。じゃあ上だな。エレベーターで最上階へ。芝を見ておきたいだろう。3のルートなら1ボスなのよ。そういやそうだったな。前回はこの辺りではクソ映画の話してたわね。クライマックスに近い重要なシーンをクソ映画と紐付けないであると。前回の動画が昨年の6月なの。この半年で何か映画って見た？映画か。特に見てないな。でもチェンソーマンのレゼ編が劇場公開ってのは聞いた。楽しみな作品ね。できれば後半編の後半もアニメでしっかりやってほしいと思いました。原作は読んでるけどな。アニメオンリーの人と話しづらいのよね。華麗なコンボで大逆転に見えた。マジで許さんぞ。くらえ。怒りに任せてほしぶっぱである。しまった、もう最上階じゃないか。ザコを倒してから芝だよな。ほやけんそれはいかん言うたろ。お国言葉出てるわよ。なんぼしあかんやろ。画面外の見えんとこから手裏剣投げよってからに。気づいてるとは思うけど、画面端で吹っ飛ばしても見えないところに吹っ飛んだりはしなくなっているわ。見えない壁バウンドでこっちに戻ってきてるよな。ベルスクでありがちなスクロール端に押し込んでしまう問題を解決しているのよ。さあ敵幹部の芝だ。こいつはかっこいいから好きだ。ふひゃ。開幕の超必殺ぶっぱにカウンターを放つもヒットせず。カウンターは敵をロックして必中にしてもらいたいな。うわ、怖え。そこは食らっておいて。すまん。戦闘民族の DNA が危機を察知してしまった。一般的なモンゴロイドである。うわ、カウンター。しっかり空中追撃。くっそ、あと一発。今日、つえ、おもしえ。芝は使えんのかな？アンロック条件は2回クリアなので次から使えるわ。ゲーム開始時にレボリューションを選ぶのよ。いきなりそれはないだろう。転がって回避できるのよ。甘えないで。なるほどね。とりあえず全力物販。よし、拾えた。ドラゴンウィング。軸ずらして、頭突き壁バウンドからの追撃だ。ザコに割り込まれた。そりゃ当たらなかったわね。星が良いところで溜まったぞ。ザコが多いと溜まるのも早いわね。囲まれてるのはまずい。ドラゴンウィング。グランドアッパーで運んでいく。やりすぎた。いい感じに寄せてるわよ。強化アッパー。思い出したように使っていく。あと少しだし3個溜まるか怪しいからな。強化版アッパー。道中ではほとんど出番がなかったわね。超必殺が星3個要求だから仕方がないね。星の上限が4とか5ならもう少し出番もあったろうな。よし、倒したぞ。14機も残ってるわね。しれっと今増えたしな。殿様の野望の時もクリアした直後に、奥方様がお手つき位置にございますって持ってきてたわね。もう終わったんやで。無事にクリアね。レビューをお願いと言いたいところだけど、エンドロールがないのでアフタートークのところでお願いね。あっさりエンド。つばちか。はい。無事にクリアできたところで今回はここまで。本作のレビューをお願いするわ。よくできてるんじゃないかな。前回のファイナルファイトほどのカオスさはないけど、オリジナルのゲーム性はよく再現できてるし、新規の要素もうまく落とし込めているという印象で、従来作の爽快感を維持できていると感じたな。正直オリジナルの3よりずっと遊びやすいタイトルだ。スペシャルで消費した体力が自然回復するってのはいいアイデアだと思う。正直3の変なタイマーよりずっと直感的で理解できる仕組みだ。操作性も2を基準にしているようで通常コンボからのグランドアッパーが気持ちよくつながるぞ。今回は2のルートを進んだけど3のルートも完全再現なのよ。サウンド面でもやっぱ2なんよ。課題点としてはプレイ中にも触れたが、敵の超必殺技が唐突に来るからな。撃てる状態なのかどうかは可視化しておいてほしいってのはあるな。ガードクラッシュをめぐる攻防もカウンターが来るなら狙えないからな。とはいえ総合的には面白いゲームだと思う。元の2の完成度が高いってのを再確認できるぜ。本作はオーソドックスかつ高い完成度で界隈でも人気のあるタイトルなの。
本作をベースに不純物を大量に含んだカオスなバージョンもあるの。気になる人は SOR2X メガミックスとかで検索してみてね。こんな感じにレトロゲームの話題や実況プレイをしているチャンネルだ。まだの人はぜひチャンネル登録してくれよな。 Twitter もやってます。チャンネル説明にくっついてるリンクからフォローできるわよ。最後までのご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。また遊びに来てくれよな。またね。少し前にアップした変なファイナルファイトですが、なんか知らんけどよく回っているのよ。1万再生超えてるじゃないか。弊社初となる1万オーバーに若干困惑しているのです。なんでこんな急に増えるんだ。わかりません。でもこの理屈を解明する必要はありそうね。正月特需？それは違う。